さて今回は孤独について話をしていこうかなと思います。孤独って最近問題になっていますね。そうなのよね。でも、一つだけ誤解をしないでほしいのは、別に結婚をしていないことや友達が少ないことを孤独っていうわけじゃないことと、あと孤独の精神面や健康面に及ぼす影響を甘く見ないこと。へえ、孤独って聞くと、どうしても独り身を想像してしまうのですけど。そうね。昨今では、孤独は体に悪いという風潮ですが、でも、孤独感っていうほど増加しているのかという疑問を調べたいくつかの研究からは、どうも想像とは違う結果が見られました。例えば、アメリカの国民調査を使った研究では、1920年から1960年を10年おきに区切り、各時代に生まれた人たちを対象に、孤独感、健康レベル、教育レベル、友人の数、家族との親密さについて尋ねた上で、すべての相関をチェックしました。すると、多くの人は、50歳から74歳の間に孤独感が減っていました。つまり、年を取るごとに、どんどん独り身になりやすい高齢者でも、10年前と比べて孤独になっているという証拠は見つからず、その理由も、昔に比べて社会環境が改善したことが、孤独感を低下させたらしいです。また、1908年から1957年の間に生まれた約4800人のオランダ人を調べたところ、比較的現代に近い世代の高齢者ほど、むしろ孤独感が低かったそうです。なので最近は、孤独感が蔓延していると言われますが、インターネットの発展などを考慮すると、必ずしもそう言い切れないようです。まあ、最新のデバイスなどは、むしろ高齢者の手助けをしてくれるなんていう話は聞きますしね。とはいえ、孤独が体にいいかと聞かれれば、そんなことはないわ。例えば、2015年にブリガムヤング大学が行った研究では、過去に出た70件のデータをメタ分析した結果、孤独感は死亡率を 26% 高め、さらに社会からの孤立は死亡率を 29% 高め、また一人暮らしは死亡率を 32% 高めるという結果が出ました。この数字は、ほぼ肥満の死亡リスクと同じで、さらに2012年のデータによれば、孤独感が強い人ほど認知症になる確率が高いらしいです。ただし、ここで注意してほしいのは、あくまで孤独感という感情的な部分の問題であって、例えば、実際に友人が多いかどうかは関係がありません。他には、2013年に行われた調査で、50代を超えても一人で暮らしている人は、パートナーがいる人に比べて野菜を摂る割合が少なく、その理由も孤独感を埋めようとして、すぐに安心感が得られるお菓子やジャンクフードに手を出すのが原因らしいです。2011年の論文によれば、長い間、孤独感を抱えている人は、遺伝子の発現に違いが出てしまい、細胞に慢性的な炎症を起こすらしく、慢性炎症は、うつ病や心疾患、肥満、アレルギーなどの原因になるので、結果として死亡率も上がるらしいです。友達の数とかは関係がないってところが面白いですね。やっぱり量より質ですか。まあ、あんまり話をしない友人100人より、付き合いの良い親友5人にはかなわないって話よ。と言っても、孤独感を減らすために、コミュニケーションスキルを磨いて友人を増やそうとか、積極的に人に会おうなどといったアドバイスは、どうやら実践しても無駄なようです。これは、2010年にシカゴ大学から出た論文で、1970年から1999年に行われた孤独感に関する研究をメタ分析した結果、研究者は人との交流を増やしたり、社会的支援を行ったり、コミュニケーションスキルを学ばせたりするのは、孤独感を減らす効果的な方法ではない、とコメントしています。どうやら、自分は他人に受け入れられていないとか、他人から変な目で見られてるに違いないといった思い込みが原因らしいです。なかなか難儀な話ですね。孤独感を紛らわすために友人を作ろうとしても、自分自身の思い込みのせいで、孤独感がいつまでも消えないなんて。でも、友人の存在って意外と大きいのよね。例えば、ブリガムヤング大学の研究で、過去に行われた孤独と健康に関する148件の論文から、30万8849人分のデータを精査したところ、この図のようになりました。図を見てもらうと、孤独な人が友達を作った場合、寿命に及ぼす効果量が最も高く、最大で15年も伸びるそうです。
ちなみに、私たちの動画によく出てくる効果量は、効果の大きさを表していて、この数字が 0.5 を下回ると、統計的には意味があるけど、効果は低いなと考えられ、逆に 0.5 以上だと試す価値あるねと考えられているので、ぜひ覚えていってください。また、ユニセフの2007年の調査では、日本の15歳以下の子供は 29.8% が孤独を感じており、先進国では最低らしいです。他にも、2011年にフロー人間大学が行った研究では、いくらネット上で友達とやり取りをしても孤独感は改善しないし、ネット上の交流だけが続くと、年に 15% のペースで、感情的な親密度は減る上に、ネットでメールを1回やり取りするごとに、家族や友人と親密に過ごす時間は1分ずつ減るという感じになっています。つまり、ネット上の見知らぬ誰かとの交流は、良好な社会関係としてはカウントされないのです。マジっすか。今の時代、リアルの会話より、ネット上でのコミュニケーションが当たり前すぎて、逆に衝撃なんですけど。そうね。確かに今は、SNS のやり取りの方が多いかもね。でも、その SNS がメンタルに与える影響については賛否両論で、現状は、使い方を間違えると、精神の健康には良くない可能性があるとされており、新しいデータでは、SNS を使うと孤独感が増えたという結論になっていました。これは、19歳から32歳ぐらいの参加者1787人を対象にした研究で、全員の SNS の使い方を質問紙でチェックし、さらに、孤独感をテストで調べて、SNS の使用量と孤独感の関係を見たところ、1日に SNS を2時間以上使っている人は、1日の使用量が30分以下の人に比べて孤独を感じる確率が2倍も高く、1週間に58回以上も SNS にアクセスする人は、それ以下の人に比べて孤独を感じる確率が3倍も高いらしいです。とはいえ、これは孤独を感じている人ほど SNS を使いやすいのか、SNS を使っている人ほど孤独を感じやすいのかまでは分かっていません。ですが、ペンシルバニア大学から出た論文では、143人の学生を対象にした実験を行い、全員の行動を3週間にわたって記録しました。その際に、全体を2グループに分け、最初のグループはいつも通り SNS を使わせて、次のグループは SNS の使用を1日30分に限定しました。その結果、Facebook、Snapchat、Instagram などの使用時間が多い人ほど孤独感が高まり、不安に悩みやすかったという結果になりました。調査をした研究者は、SNS の使用量が減るほど、うつと孤独感が減少した。この効果は、実験が始まった時点でメンタルが悪化していた人ほど大きかった。とコメントしており、どうやら現代では、SNS が孤独感を悪化させている可能性は割と高そうですね。なんとも不思議な話ですね。でも、以前よりは孤独に関していろいろ知ることができたのでよかったです。まあ、研究者タイプの人なんかは、むしろ孤独の方が作業がやりやすいなんて言われたりするから、一概に孤独を悪とはできないけど、少なくとも普段から孤独感を感じやすい人は、注意をした方がいいみたいで。はい、というわけで今回は、この辺で終わりにしたいと思います。ではでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。あと他にもベルマークとかを押してもらうと、最新の動画などを見逃さずに済むので、ぜひ利用してくださいね。